こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、加藤大二郎と同じく史上最高の日本人ライダーと言われながら若くして世を去ってしまった安倍則文の生涯と、あまりに突然だった行動上の事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。ノリックの登場ね、大二郎クラスなんて、とんでもない才能の選手だったのね。才能もあっただろうが安倍則文は結構努力型の選手だ。本人だけでなく周囲、特に父親の熱意もあって二人三脚で世界トップライダーへの道を駆け上がっていったんだ。これから解説していくぜ。頼むわね。ノリックは1975年9月7日に安倍家の次男として生まれた。出身は東京都世田谷区。父の安倍光雄はオートレース選手だ。オートレース、バイク一家なのね。ああ、超一流のな。安倍光雄は賞金王の獲得や日本選手権オートレースの優勝など輝かしい実績を持つ、まさにオートレース界のノリックみたいな存在だった。ノリックは特にミニカーなど乗り物のおもちゃに興味を示したため、5歳の時に父からポケバイを買ってもらった。兄は小学生らしいフラフラとした不安定な運転だった一方、ノリックは砂利道でも全くブレることなく安定しており、光雄は驚いたという。7歳の時に両親は離婚。トップオートレーサーがレースと家庭を両立するのは難しく、両親はよく言い争いをしていたようだ。離婚後父に引き取られるが、生活がうまくいかず母に引き取られる。その後父は別の女性と再婚したが、母、兄弟にたびたび会いに来るなど父との関係は続いた。本格的にレース活動を始めたのは11歳頃だ。父から 50cc のミニバイクを買ってもらい、埼玉県のサーキット秋ヶ瀬に通い始めた。初レースはさらに1年先。秋ヶ瀬でレースのある日曜日、現役オートレーサーだった父は自分のレースがありサーキットに連れて行ってやれなかったんだ。しかし秋ヶ瀬でノリックはあの加藤大二郎と知り合う。そして事情を聞いた大二郎の父の提案で、ノリックは毎週末大二郎の家に泊まって大二郎の父がレースへ連れて行った。ありがたいわね。大二郎ファミリーが全面協力してくれたのね。初レースはどうだったの？ 50cc の初心者クラスのレースに出て、予選落ちだった。だが2ヶ月もするとバンバン優勝するようになった。以降、80cc、125cc とどんどんクラスアップしていった。秋ヶ瀬以外に筑波サーキットにも遠征し、出るレース好成績を残した。冬にはよく父とスキーに行き、荷重移動を徹底的に教え込まれた。プロレーサー時のライディングフォームの基礎はこの頃に完成されたんだ。いよいよ中学2年生の時には、レーサーになって世界グランプリを目指す決意をする。ノリックは高校に進学しないことを決めた。ノリックと父はますますバイクの練習に打ち込む。学校はサボりがちで父は何度か学校に呼び出されたりした。そして中学卒業という時、父は独断である計画を立てる。ノリックのアメリカ遠征だ。アメリカ？どうして？アメリカにはダートトラックという土のサーキットがある。ダートトラックで、滑るか滑らないかギリギリのコントロールを学ばせたいと父は思ったんだ。当時世界トップライダーだったウェイン・レイニーやケビン・シュワンツも、ダートトラックでの修行を経てチャンピオンにのし上がった。また父はオートレーサーの仕事を続けていたためレースをしながらノリックをサポートする現状の体制ではノリックには不十分だろうと感じ始めていた。出立は1991年4月17日。ノリック15歳の時だ。フリージャーナリストで父の友人だった中尾翔吾が同行した。ノリックのニックネームの考案者だ。何か由来とか、意味はあるの？修行中、あと世界ライダーになった時に外国人に覚えてもらえるようニックネームが必要と考えた。名前はシンプルにミスターマリック氏から取ったらしい。アメリカに着くと二人はすぐラグナセカに向かった。アメリカグランプリが開催されるからだ。仕事上選手と顔見知りだった中尾は、ノリックをキングケニーやレイニーなど有名選手と次々引き合わせる。ノリックは緊張してあまり言葉が出なかった。選手の体格も、レースの迫力も、自分の経験外の企画だった。観戦後ノリックは重圧でいっぱいになったが、それは中尾の狙いだった。ノリックはまだ15歳。ちょっと観光できるかも、と浮かれ気分だったがこの観戦で完全に気持ちが切り替わった。作詞ね中尾さん。観戦が終わるとダートトラックのあるカリフォルニア州ローダイ市に向かった。車で2時間の距離だ。アパートの契約やバイクの調達、積載用ワゴン車の購入など海外在住経験のある中尾がやった。家事も中尾の仕事だ。ノリックが練習に打ち込めるようあらゆるサポートをした。ローダイ市でノリックは30レース以上走った。これまで 125cc しか乗ったことがなかったがいきなり 600cc、しかもダート。走る日本人は自分一人。最初はきつかった。
しかし1週間もすればコツをつかみ、2レース目にしてノリックは予選を突破。規定1ヶ月で優勝を果たし、あっという間に有名人になった。武者修行の間、父が会いに来て一緒にレースに出たり、たまたま来たケニー・ロバーツに会ったりしながら、1991年9月4日に日本に帰国した。4月から9月まで、半年ぐらいだったのね。なんか3年ぐらいいるのかと思っちゃったわ。いや9月に帰らないといけなかったんだ。父は最短でノリックを世界選手権へ送り出す計画を海外遠征の前から立てていた。9月4日に帰国すると、すぐに9月7日の誕生日になる。16歳になると普通二輪免許が取得できる。すると1991年の全日本ロードレース、なんとか終盤の参戦は出れるだろう。参戦も出ていい成績を残せば国内 A 級ライセンスが認定され翌1992年は国内 A 級で1年間走れる。そして1993年は国際 A 級ライセンスを携え国内最高の 500cc クラスへ。500cc クラスで2年もトップでいられたら、1995年頃には20歳で世界選手権、父親はそんな計画を立てていた。なおノリックは40日早産で生まれており、これが予定日通り10月に生まれていたら1991年の計画をこのように組むことは不可能だっただろう。1991年は計画通りマゼサーキットで優勝を飾るなど活躍。125cc の細い車体でスライド走法で走るという、国内トップライダーでもできないであろう走りを披露した。留学してスライドコントロールを完璧に身につけたのね。デビュー2戦目が終わると OX レーシングから声がかかり、翌年は 250cc で走れることになった。中尾がチームとの橋渡しに一役買った結果だ。中尾さんすごく顔が広い方なのね。1992年から全日本ロードレース選手権は国際 A 級ライセンスが必須となってしまい、ノリックはそのサブレースであるイースタンシリーズにフル参戦。総合2位だった。惜しくもチャンピオンは逃しちゃったのね。どうやら供給されていたタイヤがノリックの走法と全くマッチしておらず、どのレースも後半はすり減ってズルズルのタイヤで走っていたらしい。1993年はブルーフォックスに移籍。全日本 TTF1 クラスの 750cc マシンでまずは腕試しを、とチームに提案されたが、ノリックと父は国内最高峰 GP500cc クラスの出場を熱望。当時17歳。こうして全日本ロードレース選手権 GP500cc クラス、史上最年少での出場が決まった。ここまで全く計画通りだ。排気量は 750cc の方が大きいわよね。なんで 500cc クラスが最高峰なの？ TTF1 クラスは後にスーパーバイククラスや JSB 戦クラスになっていくが、市販車がベースで改造範囲が狭い。対して GP500 は完全独自設計で、とんでもなく高価で速い。みんなレース専用のマシン作って走ってたのね。お金が潤沢にあった時代ね。1993年の全日本 GP500 クラスは全8戦だ。前年は12戦もあったが1991年のバブル崩壊以降、参加台数も開催数も減っていった。開幕戦は3月14日の鈴鹿。ノリックは初の全日本で緊張していたが、予選は5番手。決勝はなんと2位。衝撃的な全日本デビューだった。2戦目の筑波ではなんとポール・プーイン。結局8戦中3勝し、ノリックはこの年17歳の最年少出場、18歳の最年少チャンピオンに輝いた。最年少デビューで GP500 チャンピオン、すごい、映画の話でしょこれ。ところがここで事件が起こる。時々噂はあったことだが、バブル崩壊の余波で GP500 クラス休止が決定したんだ。再開は1996年だという。結果的には再開はなく消滅するため、ノリックは GP500 最後のチャンピオンになるわけなんだが、とにかく1994年シーズンを戦う場所を得ないといけない。計画だと GP500 で2、3年大活躍して、足がかりを作って世界へ、だったわね。国内最高峰は GP500 がなくなったことで市販車を小改造して戦う、TTF1 改めスーパーバイククラスだ。ノリックは1994年はこのクラスでスタートする。バブル崩壊の影響はもちろん所属するブルーフォックスにも及んでおり、経営難で苦しんでいた。スーパーバイクのマシンは RVF-RC45。資金不足から十分なチューンができず、シーズンが進むがノリックは表彰台に上ることなど全くできなかった。唯一のチャンスは4月の世界選手権日本グランプリ。ここで目立つ活躍ができれば世界のチームから拾ってもらえるかもしれない。世界選手権の参戦チームから声かかってないのに、出れるの？開催国の特別枠でな。マシンは1994年フレーム、1993年エンジンの NSR500 だ。ブルーフォックスに用意できる限界だった。4月23日の予選。苦手な雨だったが7番手に食い込んだ。
24日の決勝では好スタートで早々に4番手。2周目でシュワンツを抜き3番手。10周目でシュワンツをかわしてカダローラに次ぐ2番手。カダローラのペースがだんだんと落ち、一時ノリックがトップ。そこからブーハン、シュワンツとの三つどもえとなる。そして残り3周でノリックは2番手だ。1コーナーで事件が起こる。前を走る遅い周回遅れのマシンの処理と、後ろから追い抜く気配を見せるブーハンの対応が重なり、ブレーキミス。フロントタイヤのロックで転倒しノリックは1コーナーをそのままコースアウトしていった。ノリック、大丈夫だったの？時速200キロ以上での転倒にもかかわらず怪我はなかった。ただ負けたショックで泣きっぱなしだった。これでもう世界へのチャンスを失ったという思いだった。しかし観客や出場チームなど、誰の目から見ても一番印象を残したのは18歳で大健闘したノリックだった。例えばこのレースを見た15歳のバレンティーノ・ロッシ、ノリックの虜となり自らをロッシ組と名乗り出す。ロッシは将来、世界チャンピオンになるレースでも引退レースでも、ノリックのステッカーをマシンに貼って走ることになる。ノリックを真似して挑発にしていた時期もあった。すごいノリックが好きなのねロッシ。レーシングチームは常に若く才能のある選手を探している。ノリックの走りを見てあるチームが動いた。ウェイン・レイニーのチームは負傷した選手の代役を探しており、ノリックはオファーを獲得できた。まず 250cc で2年間、それから 500cc という契約が提示された。ノリックと父は大喜びで受諾するが、ホンダ陣営からウェイン・レイニーのヤマハ陣営のチームへシーズン中に移籍するなど前代未聞だった。ホンダ、ヤマハ、レイニーの関係者などが何度も話し合い、あくまでレイニーの判断でありヤマハ本体は関与しない、という条件付きで、1994年6月に契約がまとまった。7月3日にブルーフォックスのチームが記者会見。ノリックの移籍が発表された。海外のチームに日本人選手がスカウトされるのも初めて。大ニュースだった。いよいよレイニーのチームで世界相手に戦うのね。250cc からね。全員がその予定でいたんだが、ここで状況が変わった。ノリックは記者会見の2週間後、レイニーの師であるケニーからイギリスグランプリに出ないかと誘われたんだ。今度はキングケニーから？なんで？やはり選手の負傷だ。ケニーは代役を探していた。ノリックは2つ返事で OK した。なぜなら 250cc ではない。世界選手権 500cc で走れるんだ。この嬉しい予定変更によりノリックは出場予定の鈴鹿8体を急遽キャンセルし、大親友の加藤大二郎に代わってもらっている。チーム HRC って、どえらいとこに送り込まれたわね大二郎。イギリスグランプリは7月24日。すぐに向かった。ノリックはすでにレイニーのチームと契約しているためあくまで助っ人という扱いだった。このグランプリは散々だった。プラクティス走行で転倒しノリックは右手薬指を骨折。予選すら走れず終わってしまい全く代役にならなかった。初めて日本じゃない世界選手権に出て、緊張しちゃったのかしら？それはあるだろう。ヨーロッパのモータースポーツは日本とは桁違いの熱量だ。あとヤマハのマシンに乗ったのも初めてだったしな。しかしノリックにはまだ運が残されていた。聖ライダーのダリル BT は予定以上に治療が長引いており、あと 2500cc で走る機会を得たんだ。その2000、チェコグランプリで6位。アメリカグランプリも6位。18歳、世界選手権1年目とは思えない成績だった。ケニーはノリックを手放す気がなくなった。レイニーに頼んでなんとかノリックを譲ってもらう。翌年はケニーのチームでいよいよ 500cc クラスフル参戦だ。唯一のチャンスを見事にものにしたのね。翌年が楽しみだわ。ノリックは父と目標を立てた。フル参戦1年目はしっかりコースを覚え、8位以内を目指す。2年目はフロントロー、つまり3番手以内。そして3年目には常に優勝を争うポジションで戦い、チャンピオンだ。1995年はほぼその通りだった。ブラジルグランプリではなんと3位。一度だけだが、初の表彰台に上った。全13戦で転倒からのリタイアが4回と、多かった。これはタイヤの選択ミスだったが、勝ちたい気持ちが先行しすぎたのかもしれないな。その4戦はノーポイントだが、それでもシーズン総合9位だ。一桁でシーズンを締めくくることができた。ノリックは全然納得していなかったようだがな。デビュー戦の日本グランプリでいきなりトップ争いした衝撃からすると、まあ順当って感じもするけど、シーズン終わってまだ20歳なのよね。驚異的ね。そして翌1996年シーズン、第3戦日本グランプリで待ちに待った瞬間がやってきた。ノリック、世界選手権、初優勝。おめでとうノリック。予選は11番手だったが決勝は予選を超えるとんでもないペースで走り続けた。予選っていいタイヤ履いて転倒上等で攻められちゃうから決勝の方が遅いのが普通よね。決勝の方が早いってどうなってるの？
ノリックの YZR500。直線はホンダ車に性能的に負けるがコーナーでガンガンスライドさせてブラックマークをつけながらライバル車をかわしていく。なんかノリックって状態を起こして走ってるわよね。これが速さの秘訣なの？ああ。体を入れ込まない分マシンは曲がりにくいが後輪をスライドさせて補っている。誰でもできる乗り方ではないようだ。例えば S 字とか試験みたいに右、左と切り返すコーナーの場合、倒し込んだ体を起こすのにやや時間がかかる。ノリックはそれが短いわけだ。鈴鹿はコーナーが多い。その乗り方との相性はいいかもな。ノリック、8周目でトップに立つとぐんぐん後続を引き離し、最後は2位と6秒差。文句なしの圧勝だった。世界選手権 500cc クラスの優勝は日本人としては3人目。なんと14年ぶりの快挙だ。史上最年少は逃した。しかし20歳6ヶ月で優勝したフレディ・スペンサーのたった1ヶ月遅れ、史上2番目の速さだった。この日本グランプリは親友の加藤大二郎が 250cc クラスにデビューし3位に入っている。電話でお互いの健闘を称え合った。以降、3位で表彰台に上ったのが3回。前年より4ポジションアップの総合5位で1996年シーズンを終えた。総合5位、もう何があってもおかしくないわね。1997年は最初に誘ってくれたレイニーのチームに戻った。所属していたキングケニーのチームはヤマハを離れ、チームを再編することにしたんだ。マシンは同じ YZR500 だが、チームが変われば戦略も変わるし人もマシン調整も何もかも変わる。1997年、前半はマシンのセッティングに右往左往していた。全15戦、折り返しの8戦終了時点で最高7位にしか食い込めず、苦戦した。何が原因かわからない。あっちを変えればこっちが悪くなるような状態だ。諦めて旧型の96年式 YZR500 で走ったこともあった。シーズン中盤を過ぎてようやくセッティングが決まり、順位が上向く。結局最終戦オーストラリアでなんとか3位。表彰台はその1回きりで、総合7位だった。チャンピオンはミック・ブーハン。全15戦でなんと12勝。ブーハンのチームメイトだった岡田忠之はブーハンの走りを見ながらどんどん力をつけた。第14戦インドネシアグランプリではとうとうそのブーハンに競り勝って岡田が優勝していた。最高峰 GP500 クラス優勝はノリックに続く日本人4人目だ。日本人ライバルもすごい活躍してるのね。負けてられないわね。翌1998年、ノリックはまだ22歳。世界選手権フル参戦4年目のシーズンが始まった。シーズンオフのテストは絶好調でノリックは自信があった。レイニーは今季限りでの監督引退を宣言しており、なんとしてもノリックは優勝をプレゼントしたかった。しかし始まってみると他車との接触やマシン、タイヤのトラブルなどで思ったような結果は出せなかった。ようやく第6戦マドリードグランプリで2位表彰台。第7戦オランダグランプリはリタイアしたが予選3番手。第8戦イギリスグランプリで3位表彰台。大活躍、巻き返し始めたのね。第12戦カタロニアグランプリでも3位表彰台。後半はすべて6位までに入り、総合6位だった。フル参戦する日本人ライダーで一番良かった。優勝をプレゼントすることはできなかったがレイニーは皆に祝福され笑顔で監督を降りた。この1998年はバイクの普及活動にも貢献。ノリックと親子でバイク教室が初開催された。以降も8体の付随イベントなどで何度も開催される。レイニーが降りたことで翌1999年は、アンテナ3ヤマハチーム団店に移籍した。ヤマハはヤマハだが、これまでは機関チーム。今度はサテライトチームだ。バックアップ体制はやや縮小されるだろう。開幕戦のマレーシアグランプリは予選6番手。決勝では4周目でぶつけられて終わったためチーム力を発揮する以前のところで終わった。2戦目の日本グランプリは大雨中の大雨だった。にもかかわらず6万5千人の観客が詰めかけていた。まだマレーシアグランプリで負傷した足が痛む中走った。狙っていたのはもちろん優勝だったが、結果は3位。ファンの期待には大いに応えることができた。雨のレースで表彰台に立てたのは初めてだった。第9戦ドイツグランプリでも3位表彰台。チームが変わってノリックに合う調整ができるメカニックがいなかった。ノリックが細かに指示を出しなんとかチームは回っていた。そして15戦ブラジルグランプリ。ノリック優勝、自身2度目。本当におめでとうございます。途中、岡田とのブレーキング勝負で激しく衝突しあわやリタイアだった。2位のマックス・ビアッジとも何度もぶつかった。痛みをこらえて勝ち取った優勝だ。ノリックは3年前の鈴鹿、初優勝の時より嬉しかったそうだ。あの時、ホームはどうしても有利だから、今度海外で勝ってこそ本物って言ってたしな。ノリックは最終戦アルゼンチングランプリでも3位に入り結局1999年は優勝1回、
3位3回で総合6位だった。翌2000年もアンテナ3ヤマハチーム団体の所属。世界選手権フル参戦6年目だ。チームは1年間ノリックと共に戦い前年よりチームワークも向上している。シーズン前半は最高だった。第3戦の日本グランプリで、なんと自身3度目の優勝。日本グランプリまた勝ったの？強い。第5戦フランスグランプリは2位だ。最終ラップで抜かれた。優勝したクリビーレ選手はそのコーナーは不得意で、ノーマークだった。次の試験が勝負どころだと思っていた。世界選手権最高峰クラスでの2位は十分な異様だが、優勝をつかみきれなかった思い出のリックは全く喜べなかった。表情がない。第7戦カタロニアでも2位。だが後半は下り坂だった。セッティングが合わない時もあれば運転ミスもあった。最近よく、安倍は時々早いと言われ辛い時間が増えた。前半の好調が効いて2000年はなんとか総合8位だった。2001年の開幕戦は日本グランプリ。予選は自身の日本グランプリでは最高の6番手。決勝は4位で、前年に続く連覇は達成できなかった。ミスというミスはなかった。マシンがもう一歩、思い通りについてきてくれなかったと言っていたな。第3戦のスペイングランプリは完全なレース運びだった。ロッシさえいなければ、序盤で逃げ切りロッシとの1対1のバトルになったが、勝てなかった。ただ12戦ぶりの2位だ。以降、ノリックの調子は決して悪くなかった。優勝争いに加わるシーンが多くあったが、結果がついてこない。結局2001年シーズン、表彰台はその1回きりだった。総合7位。4位を5回も取っていた。あと一歩というレースばかりだったんだ。以降、2004年末まで世界選手権へ参戦し続けた。しかし終盤の3年間は全く表彰台には上れなかった。2002年から世界選手権が MotoGP に移行すると同時にレース車両は4サイクルマシンになった。ノリックには合わなかったのかもしれないな。世界選手権で10年間戦ったノリック。最も成績が良かったのは1996年の総合5位。日本グランプリで初優勝した年だな。世界の壁はほんと厚いわね。ノリックでも打ち抜けなかったのね。2004年末で世界選手権を降りたのは、大親友の加藤大二郎を失った悲しみも大きかったかもな。2003年の日本グランプリの事故ね。ノリックも走ってたのよね。2005年、2006年は MotoGP の解説者をしながらスーパーバイク世界選手権に出場し、2年とも総合13位だった。2006年1月にはサーキット秋ヶ瀬でミニバイクレースチームノリックジュニアの発足を発表。発足メンバーには将来の全日本チャンピオン、野実光太がいたぜ。2007年も MotoGP 解説者を継続。8対2も初出場。ジェイミー・スタファーと組んで9位だった。今までできなかったこと片っ端からやってる感じね。2007年は久しぶりに全日本にも復帰。最高峰の JSB 戦クラスだ。最終、第7戦鈴鹿を残して総合3番手につけていた。すごい、世界が相手でこれまで辛い時が多かったけど、国内最高峰のレースだと総合3番手までいけるってやっぱ国内じゃがぜんトップクラスの速さなのね。世界で戦ってる間全く走ってないサーキットもあるだろう。戻ってきていきなりの3番手はさすがの一言だよな。これまでは世界で戦う遠い人だったが、この2007年、日本を拠点に活動を始めたことでのリックを知った人も多かっただろう。そんな中、秘宝は突然訪れた2007年10月7日のことだ。午後6時20分頃のことだ。ノリックは神奈川県横浜市の友人宅を出て、川崎市の自宅に帰るところだった。ノリック、ビグスクを足にしてたの？普段は安全を考え、愛車のフェラーリばかり乗っていた。この時は近くだったのもあり、先月買ったばかりのヤマハ T-MAX に乗っていた。最強のスポーツスクーターね。ここは川崎市川崎区大島1丁目の交差点だ。ノリックは北上中。すぐ前にトラックがいる描写だが、どこから現れてノリックと並ぶ状況になったのか、実際には不明だ。配送中の大手コンビニのトラックだ。2車線道路。ノリックは右車線を走っていた。制限速度は50キロだが違反していたという情報はない。ここ、地面を見てくれ。何のマークだと思う？展開禁止ですねこれ。こういう大きい道路は禁止が多いわね。しかし横の4トントラックがいきなり U ターンを始めたんだ。ノリックは減速しながら右からすり抜けようとした。しかし、ギリギリでかわせなかった。トラックのバンパー部に接触してしまう。ノリックはほぼ進行方向に飛ばされた。対向車線に入って滑っていく。ノリック。あまりに一瞬で、突然の出来事だ。ノリックとバイクは歩道のところまで滑っていき、ようやく止まった。なんでそのトラックは U ターンしたのよ。運転手の50代男性の話では、道を間違えたらしい。
後方確認しなかったのか、後方確認してノリックを見落としたのか不明だ。だが確認は不十分だった。地面とか標識の展開禁止も見てないし、配送を仕事にしてる人がこれじゃダメだわ。なお対向車線だが、ここはバス停があって3車線。ここから先は2車線になって U ターンできなくなるから焦ったのかもな。後方確認だけでもしてたらまだ違反で済んだのに。トラックの男性が救急車を呼んだ。ノリックは意識があり、救急隊員や警察官と会話できた。しかし市内の病院への搬送後、容体が急変。折れた肋骨が動脈を傷つけてしまっていたんだ。午後8時52分に、ノリックは帰らぬ人となった。あまりに突然すぎる悲報。皆信じられない思いだった。私はまだ信じられないわ、ノリック。なお私生活だがノリックは2002年に結婚してその年に長女が誕生。2004年には長男の安倍真央が誕生している。2023年現在、19歳の真央は現役のレーサーだ。13歳で初めてバイクに触れたが、もう全日本で大型バイクを自由自在に乗り回している。遅咲きなのか早咲きなのかよくわからない。監督はなんと安倍光雄。ノリックの父、真央にとっては祖父だ。安倍光雄は2015年末でオートレーサーを引退。ノリックが作ったミニバイクチームノリックジュニアの拡大に尽力し今や全日本参戦チームになっているんだ。マルコ・シモンチェリ選手もそうだったわね。お父様がチームを運営されてたわ。選手の DNA が託されたチームが今もあって応援できるってすごくいいわね。以上、今回はノリック、安倍則文の生涯について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。